はい。皆さん、こんにちは。ケタリンガムファクトリーです。今回の動画なんですが、こちらになります。前回ちょっとお話ししました、ロータス79のですね、トランスキットのプロジェクトについてちょっとお話をしたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい。で、今回のお話なんですけれども、10年来ちょっとお付き合いをさせていただいてます、山田武久さん。ご自分のことを山玉と呼んでいるので、山玉さんと読ませていただいてますけれども、はい。山玉さんからですね、ちょっとお声掛けをいただきました。で、山玉さんとは実は、今までもですね、もともとモデルカーズの編集長をされた方なんですけれども、引き続きそのモデルカーズだったりとか、あとは最近はですね、モデルファクトリーヒロのこのジョー・ホンダさんの写真集だったりとか、さらには、これですね、GP カーストーリーなんかでも結構活躍、編集でちょっとご活躍をされている方ですね。で、その中でですね、私は、このモデルファクトリーヒロのこの写真集の巻末の、ロータスの79の巻末の、写真だったりとか、あとはモデルカーズ、これ、2012年、もうずいぶん前ですね、2012年5月号の中で、ちょっとモデル、ごめんなさい、ロータスの79のちょっとこう、解説記事とかちょっと書かせていただいたりとか、そういうお付き合いをさせていただきました。で、その、山田さんからですね、7月ぐらいですかね、に、高橋丈太郎さんが、私と、ちょっと何か会いたいというちょっと話を、ご連絡をいただきまして、で、ちょっと正直驚きました。はい。高橋丈太郎さん、ジョー高安さんですけれども、ジョーさんといえばですね、本当に私が高校生ぐらいの時から、モデルアートとか、作例とかで、ボシカとかですかね、43分の1スケールの、制作とかでもやられてた方で、本当にその、ボシカの43分の1のフェラーリの 126C2 とかの作品とかをちょっと見ていた、まあ、そういう意味ではもう、ものすごい大先輩ですし、おそらく F1 マシンとかのその知識、造形に関しては日本で第一人者と言っていいくらいの方じゃないですかね。この GP カーストーリーとかでも、のマシン解説とかも担当されている方ですよね。思うんですけれども、おそらくジョーさんを上回る、この手の記事を書かせて多分、ジョーさんを上回る方がいないんじゃないかと思いますね。この手の写真集とかでよく、あるのは、せっかくのいい写真なのになんか全然的外れな文章が書かれていたりとかですね。で、ちょっとがっかりするようなこともあるんですよね。ジョーさんの書かれている内容、こういうことはまずほとんどないですからね。はい。そんな方からですね、ちょっと、お声掛けをいただいたということで、本当に本当に恐縮しました。はい。はい。で、そんな方でちょっと3人で会いまして、で、ジョーさんと山田さんと3人で会いまして、で、このロータス79、特にタミヤ20分の1のロータス79の、トランスキットをちょっと作ろうっていう話にそこでなりました。で、そこで、じゃあどうやってやるかって話になったんですけども、ちょっと私も、せっかくやるんだったら、手でスクラッチするのもいいんですけれども、せっかくの機会なんで、ちょっと 3D をちょっとやってみようかななんて、ちょっと以前からちょっと思っていましたので、ちょっといい機会ですので、私の方でちょっと 3D のちょっとデザインをさせていただいて、でそれをちょっと元にちょっとやろうかなみたいな話になりました。はい。で、ジョーさんと山田さんといったらですね、私的にはちょっとこれを思い出してしまうんですけれども、モデルカーズの、2010年11月号ですね、ちょうどタミヤからと朝側からですね、20分の1のロータス79が発売された頃で、その、制作記事とかをこういっぱい載ってるような、内容だったんですけれども、この中にですね、このお二人が対談をされているページがあります。こちらですね。現代の F1、昭和のF1 小僧たちを語るブラックビューティーの衝撃とあの時代みたいな、こんな、タイトルで見開きでこう記事をかかっているぐらいの、このくらいのロータス79大好きなお二人でいらっしゃいますんで、おそらくその二人が作りたいそのトランスパーツということなので、おそらく半端なクオリティでは、満足しないだろうと。
思いましたので、私もちょっと今回初めてその 3D というのをちょっと初めて勉強しまして、二人で見ていただきながらやろうということになったんですけども、そんなんでは、8月ぐらいからですね、フュージョン、3D のソフトはフュージョンを使うことにしたんですけども、私がちょっと初めてフュージョンをちょっと使ってみて、その勉強を始めて、2ヶ月ぐらいで、形にしてみました。はい。で、今回制作したパーツがこちらになります。初めて、ロータス7級がグランプリに出てきた1978年モナコグランプリで、のプラスをですね、プラクティスで装着していました、このエアボックス。ね、よく見えますかね。これですね。はい。と、あとはミラーですね。この2つのパーツをまず制作してみました。で、このエアボックスはですね、ちょっとこうロータス78風の、形をしているんですけども、この1978年モナコグランプリのプラクティスで、出てきて、本当は実際はですね、もうその時にしか使われなかったんですね。で、そのプラクティスでもついていなかった時がありまして、なのでちょっとなかなかレアなものにはなるんですけども、それを作ってみました。で、それからこのミラーなんですが、ロータス7級って、シーズンのメインはですね、砲弾型の、カウルとはこう別になっている砲弾型のミラーをつけていまして、タミヤのキットもその砲弾型のミラーを再現しているんですけども、シーズンの後半になって、こういうカウルとちょっと一体になったミラーをちょっと採用していたんですが、このシーズン初期型のですね、このミラーは、そのシーズン後期についていたミラーよりも一回り大きなものになっています。で、このキット、この状態ではちょっとまだ再現していないんですけど、なおかつ、ここにこうミラーがあって、なおかつ、ここの部分にですね、切り欠きが、設けられています。そういう形の、カウルだったんですけれども、今回はですね、そのカウルを再現するためのこのミラーですね、をちょっと作ってみました。で、このミラーの面については、ロータス7級のホイールとかについているパーツ、同じところにですね、メッキパーツの同じところにですね、このミラーの表面のパーツがついてますね。それを利用するような形で、これを使うというような、形にしようと思っています。はい、ここからはですね、フュージョンで、そのエアボックスとミラーのところをですね、どうやって作っていたかというのをちょっとお見せしていきたいなと思います。フュージョンを始めて、本当に初心者なので、無駄な動きがすごい多かったりとか、ベテランの方からすると、こんなやり方はしねえよとかいうのはたくさんあるかもしれませんけれども、初心者でも2ヶ月ぐらいでこのぐらいのものができるというのをちょっと、見せていきたいなと思っています。これがまず、全体の姿ですね。はい。で、これをですね、今ちょっと、補助線をちょっと今全部消した状態になっているんですけど、これをちょっと一旦表示します。で、まずスタートですね。この本体の部分の、断面とか、あとはトレイの、断面とか、そういったところをですね、ちょっと一回作っていってます。今、両線を描きました。で、それを立体化したものがこちらになります。下の方にちょっとシワが寄っているんですけど、これは今切り取ってしまいましたので気にしないということで、一旦これを外に逃がしておきます。で、次にこのトレイの部分ですね、をちょっと作っていきます。これですね。はい。で、トレイの部分作った上で一旦本体と戻してこんな感じになるよっていうのをちょっと、イメージしてみました。で、一旦これはですね、後の作業のためにちょっと一回斜めにこれを一旦切り落とします。で、その上で、一旦このトレイのですね、断面、垂直ではなくてですね、若干斜めになっているので、斜めに切り落とした上で、角を落としました。今、ここですね。はい。で、その上で一旦また、この本体の部分ちょっと一旦戻したんですけれども、今ここでですね、その、トレイの部分と本体の部分を、今、なだらかに切り落としたところから、なだらかにしていきました。で、ちょっと真ん中のところをくり抜いてみたりと、これちょっと無駄な動きだったりなんかするんですけれども、一旦これが出来上がったというところで、今前の部分ですね、を切り落として一回外に逃がしています。で、ここからはですね、インダクションの吸気部分、いわゆる耳のようなところを書いていきます。で、一旦、入り口のところを一回作った上で、一回入り口をちょっと切った上で、本体また改めてちょっと書き直して、入り口のところをまた繋げ直したという感じになっています。で、その後、今これがですね、吸気部分の穴のところですね、穴を開けました。
で、穴の入り口のところをこう丸く剪定し直したところで、出来上がったところで、これを左右2つに、コピーしたところで、本体と改めてつなぎ直します。で、これで大体外側は大体の形が出来上がったんですけども、内側ですね、中側がいっぱいいろんな、余計な、立体が残っているんで、これをちょっと最後にちょっとこう切り落として、綺麗にしていきます。で、この後ですね、ちょっと今まだ、ちょっと無駄動きがあって、やってるんですけれども、はい。この後、中のですね、余計な部分をちょっとこう、微調整ですね。微調整していきます。で、中をくり抜いて、食い切れなかったところを、またちょっと微調整していきながら、最終的に形を整えていきます。はい、これで出来上がりですね。はい。で、下の方もちょっと、一旦この補助線を全部消しまして、下の方も全部、綺麗にひっくり抜かれた形で、はい、これが完成形になります。はい、次はですね、ミラーの部分になります。これ今最後の完成形のところになるんですけれども、まずはですね、このカウルとミラーってこう接触している、部分になりますので、一旦そのカウルの線を引きます。で、その上で、今、カウルの、上の両線と下の両線、こう、引いたところになりますけれども、これを一旦カウルの形を作ります。その上で、ミラーの形を今、断面から、起こしていって、このカーブのところですね、こうつけて、ミラーと、カウルがついた状態なんですけれども、そのカウルの部分を切り取って、ミラーの部分を作ったというような形になります。で、ここからは、一旦コピーを作った上で、ちょっと中をですね、くり抜く作業をしていきます。ちょっと見づらいんで、角度を変えますけれども、はい、こうですね、ちょっと見づらいのを、ちょっと見やすい角度にしましたけれども、この上で中をくり抜いていきます。はい、中はちょっとこう、そうですね。中をくり抜いた上で、少しですね、中にこうずらした部分を、こう外側と、それから内側が少しうまくくり抜かれたような状態に、しておきます。で、その上で、中をちょっとですね、埋めておきました。で、その後、今これですね、カウルと固定するための穴を、あとピンを作ったところですね。で、これでようやく完成しましたので、これを左右の分、ちょっとコピーして完成というような形になります。はい。で、データが完成したところでこれをプリントするわけなんですが、プリントするには当然プリンターが必要ですということで、今回、私が購入したのがプリンターがこちらになります。バンブーラブの A1 ミニというものになります。で、ミニというからには、あとミニじゃないものもあるんですけれども、私が作るパーツのサイズからすると、ミニサイズぐらいですね。で、十分かなというふうに思っています。これでもですね、四方20センチ弱ぐらいのものが出せる、大きさになってます。なので、20分の1の F1 マシンとかであればもう十分、もうこれだけでもうカバーできるような、大きさになってます。で、積層式なので、ハイクオリティの質量には向かないんですけれども、それでもテスト用のプリントには十分かなというふうに思っています。で、このプリンターのいいところはですね、私ちょっと Amazon のレビューとか一生懸命読んで、ネットとかで調べたりとかして、このタイプに決めたんですけれども、非常に使いやすい、設定がですね、めんどくさい設定がですね、全部機械任せでやって、それでもうすぐ使えるようになるということで、非常に使いやすい、という評判でしたし、実際使ってみてですね、本当に組み立てて、言われる通り設定して、すぐ本当に使えるようになりましたね。で、その後からもですね、特に何かめんどくさいことを、することなく、ずっと使い続けられているので、非常に使いやすいというところでは私も同意かなというふうに思います。初めて 3D プリントやってみる方、これなかなか、良かったです。はい。なので、これでプリントを、してみます。
今これをですね、プリントしているところを早回しで、見ていただいていると思うんですけれども、はい。大体この程度の、大きさのパーツで、クオリティ一番低くて良ければ、大体10分ぐらいですね。で、10分ぐらいで出てくるような感じになります。で、ハイクオリティになると、40分ぐらいかな。40分ぐらいかかるような、感じになります。はい。それで出来上がったものがですね、こちらになります。見えますかね。はい。結構、これ、ちょっとこれ、サポートを少しちょっと丁寧に取らないといけないんですけども、ちょっとまだ虫取った後なので、これちょっと汚いんですけども、でも、それ以外のところはですね、結構、綺麗に出てるんですが、積層式のプリンターなので、これ一番、このプリンターが出る最高品質の、ハイクオリティの、ものを出したんですけども、やっぱり積層式なので、どうしても、このギザギザ感ね、残ってしまいますと。いうことですね。ただあくまでもですね、このプリンターは、テスト用のプリントだけで、使いまして、で、実際にもうデザインが決まったら、本番用のものは、両者ですね。今回私、DMM を使ったのかな。はい。なんですけれども、その両者に頼んで、ハイクオリティのもので出してもらうということで、パーツが完成すればいいかなというふうに思っています。はい。でですね、ここまでで、今お話しした通り、この、エアボックスですね。で、それから、このミラーの部分が完成しています。で、この後なんですけれども、ちょっとこのフロントのカウルのとこですね。基本的にこのまま使って、このミラーのところをちょっと切り欠くだけでも、十分使えるんですけれども、ちょっとここをですね、ちょっと新しく作ろうかというような話をしています。それから、ロールバーですね。ロールバーもタミヤのキットのパーツをですね、ここをちょっと切り取って、これアンドレッティ用のロールバーなんですけど、この裾の部分をね、ちょっと周りにちょっと詰めて、今これ使っているんですけど、これもちょっと別にパーツとして新しく作ろうかなということを話をしています。それから、リアウィングですね。リアウィングは、先ほど言った通り、これモナコ仕様にしますので、このキットの、リアウィングですと、ちょっと、かなりちょっと高速サーキット用のウィングになってますので、モナコだともう少しも、このエレメントの位置を下げて、フラップを追加するような形になると思いますので、そういった追加フラップを作ったりとか、あとはですね、マーキングですね。マーキングも、タミヤのキットよりは随分変わったものになっています。どちらかというと、ロータス78に近いようなレイアウトになっていますので、このレイアウト、特にこの辺にユニオンジャックが入ったりとか、だいぶちょっと違ったレイアウトになっていますので、そのレイアウトの、マーキングを再現するようなデカードを作ったりということを、やっていこうかなと、こうなってやっていこうかなというふうに思います。で、それができた段階で、商品化できるのかできないかをですね、ちょっと、山田さんと、ジョーさんとです、検討した上で、進めていきたいなというふうに思っております。はい。ということでですね、今回は、ロータス79アンスキットプロジェクトの話をさせていただきました。お話しした通りで、まだまだちょっとやることはですね、多く残っているんですけれども、できるだけ早く形でですね、次に進められるように、頑張っていきたいなというふうに思っています。で、せっかくですね、ここでフュージョンの使い方の 3D プリントとかの設備とも、揃いましたので、今制作中の12分の1、ロータス78の方にですね、それをちょっと活かしていければなというふうに思っています。はい。ということで、今回の動画はこちらで、終わりになります。次回はですね、その12分の1ロータス78の方にですね、戻りたいと思います。もう、早いもので4ヶ月か5ヶ月ぐらい、ちょっともうそれ、進んでいないんですけどですね、いよいよこれをですね、ちょっと再開できればなというふうに思っています。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお目にかかりましょう。ありがとうございました。さようなら。